昨日のサッカーの試合を見ましたか？はい、見ました。日本とブラジルの試合ですね。そうです。日本は1対2で負けてしまいました。本当に残念でしたね。でも、最後までいい試合でした。ええ。前半の日本のゴールはとても綺麗でした。私も興奮しました。日本の守りも素晴らしかったです。そうですね。ブラジルの強いアタックを何度も止めました。でも、ブラジルは後半からもっと強くなりましたね。はい。後半のブラジルはパスがとても速かったです。最後の1点は本当に強烈なシュートでした。さすがは世界ランク1位のチームですね。壁が厚かったです。悔しいですが、日本の選手たちの涙に感動しました。私もテレビの前で拍手を送り続けました。今回はベスト16で敗退ですが、下を向く必要はありません。ええ、強豪相手にここまで戦えることを証明しました。4年後のワールドカップが今からもう楽しみです。はい。次はもっと強い日本チームが見られますよ。その時まで、またみんなで応援を続けましょそうですね。今日は美味しいものを食べて元気を出しましょう。う。いいですね。焼肉でも食べに行きましょうか。サッカーのワールドカップもいよいよ終盤ですね。ええ、残っているチームはどこも強豪ばかりです。ズバリ、今年の決勝戦のカードは何だと思いますか？私はブラジルとフランスの対決になると思います。王道の一戦ですね。どうしてその2チームですか？ブラジルは今の大会で一番勢いがありますから。確かにそうですね。ネイマール選手の攻撃力がすごいです。フランスはディフェンスがとても安定していますよ。前回王者の貫禄がありますね。エムバペ選手も速いです。ええ、だからこの2チームが決勝に上がるはずです。どちらが優勝すると思いますか？本気で当ててください。私はブラジルが優勝する方にかけます。その理由は個人のテクニックですか？はい。南米の自由なプレースタイルがヨーロッパの組織力を崩します。なるほど。面白い分析ですね。私はフランスだと思います。フランスの連覇ですか？理由は何ですか？誰が出ても強い。選手層の厚さです。戦術の引き出しが多いです。確かに、怪我人が出てもチーム力が落ちませんね。決勝戦は歴史に残る名勝負になるでしょう。
どちらが勝ってもおかしくないです。今からワクワクしますね。今度の週末に相撲の観戦に行きませんか？相撲ですか。私は一度も見たことがありません。ぜひ行きましょう。場所は両国国技館です。テレビでは見ますが、本物は迫力がありますか？ええ、全然違いますよ。力士の体が本当に大きいです。体がぶつかる音も席まで聞こえますか？はい、バチンとすごい音が会場中に響きます。それは面白そうですね。チケットはまだありますか？2階の椅子席ならまだ予約ができますよ。よかったです。国技館の中でお弁当を食べてもいいですか？はい、大丈夫です。名物の焼き鳥がとても美味しいですよ。相撲の会場で焼き鳥ですか？意外ですね。国技館の地下で焼いている特製のお土産です。冷めても美味しいです。それは絶対に食べたいです。ちゃんこ鍋もありますか？ええ、大広間で本物のちゃんこ鍋が1杯500円で食べられます。安いですね。日本の伝統文化とグルメを両方楽しめます。人気の力士のグッズもたくさん売っていますよ。誰が今一番強いですか？教えてください。横綱の照ノ富士関です。怪我と戦いながら頑張っています。応援したくなる力士ですね。週末を楽しみにしています。スポーツクライミングの男子の試合が見逃せません。最近若い選手たちが世界で大活躍していますね。はい、特に日本の安楽宙斗選手が本当にすごいです。まだ高校生の頃から大人の大会で次々に優勝しています。彼のライバルたちの戦いも非常にハイレベルです。フランスのメジ・シャルク選手も天才と言われていますね。メジ選手はボルダーが得意で、動きがとても華やかです。韓国のイ・ドヒョン選手も忘れてはいけませんよ。イ選手はパワーがあって、難しい壁を簡単に登ります。この3人のライバル関係は見ていて本当に熱くなります。先月のワールドカップでも最後の最後まで順位が分かりませんでした。そうでしたね。安楽選手が逆転した時は鳥肌が立ちました。3人は普段はとても仲が良い友達だそうです。試合が終わった後に笑顔でハグをしていましたね。お互いを高め合っている素晴らしい関係だと思います。次の国際大会でもこの3人の表彰台争いが見たいです。誰が勝っても不思議ではない時代になりましたね。クライミングの人気がもっと高まりそうです。私たちもテレビの前でしっかり応援しましょう。ええ、次のライブ配信の時間をチェックしておきます。
女子のスポーツクライミングも熱いですよ。日本にはリードの天才がいますね。はい。森合選手の登りはまるで魔法のようです。彼女のリードの試合はいつも驚かされます。他の海外の選手たちが途中で落ちる難所がありますね。ええ。そこを森選手だけがスイスイと登っていきます。まるで重力がないみたいに壁に吸い付いています。体幹の強さと持久力が異次元レベルだと思います。森選手は他の選手に比べて背が少し低いですよね。はい。精度の高い技術でリーチの短さをカバーしています。圧倒的な練習量が無駄のない動きを作っているのでしょう。試合中の集中した表情と終わった後の笑顔のギャップも素敵です。普段はとても控えめなおとなしい大学生ですからね。壁の前に立つと世界最強のクライマーに変身します。彼女の登りを見ると自分も運動したくなります。近くにボルダリングのジムがありますよ。行ってみますか？初心者でも大丈夫ですか？少し緊張します。簡単なコースからスタッフが優しく教えてくれますよ。じゃあ、今週末に体験の予約をしてみましょう。動きやすい服を用意しておいてくださいね。メジャーリーグのニュースが毎日にぎやかですね。日本人メジャーリーガーの活躍が止まりません。今朝も特大のホームランを打ちましたよ。打球の飛距離が信じられないくらい遠かったです。現実の選手なのにまるで漫画の主人公のようです。投げては160キロの剛速球で三振を取りますからね。野球の神様も驚いているに違いありません。アメリカのファンもスタジアムで大熱狂しています。グッズの売り上げも球団史上最高だそうですよ。地元の子供たちがみんな彼のユニフォームを着ていますね。野球の実力だけでなく、ゴミを拾うマナーも褒められています。人間性も素晴らしいから世界中で愛されるのでしょ毎朝そのニュースを見るだけで、一日中元気が出ます。う。日本の誇りですね。最高のエンターテインメントです。一生に一度は現地のアメリカで試合を見てみたいです。ロサンゼルスの球場ですね。私も行ってみたいです。旅行会社のツアーを探してみましょうか。高そうですが、見る価値は絶対にありますよ。そうですね。そのためにお仕事を頑張って貯金します。私も一緒にコツコツとお金を貯めることにします。日本のプロ野球を見に行ったことがありますか？はい、何度もありますよ。球場の雰囲気が大好きです。日本の応援文化は外国の野球と全然違いますよね。ええ、
初めて行く外国人はみんな驚くと思います。ライトスタンドの応援団がトランペットを吹きますね。はい。それに合わせて観客全員が大声で歌います。選手ごとに違う応援歌があるのが面白いです。打席に入るときに自分の歌が流れるのはかっこいいですね。7回の攻撃の前には特別なイベントがありますよ。球団の歌と一緒にカラフルなジェット風船を飛ばしますね。そうです。空いっぱいに風船が広がる景色は圧巻です。あれを見ると球場全体がお祭り会場になった気がします。試合だけでなく、球場グルメも楽しみの一つです。選手がプロデュースしたお弁当やスイーツがたくさんあります。ドーム球場なら雨が降っても中止にならないから安心です。売り子のお姉さんから買う冷たいビールも最高ですよ。今度、友達をたくさん誘ってみんなで行きませんか？賑やかな方が楽しいですね。来月の試合を調べましょう。金曜日の夜の試合なら仕事の後に行けますね。いいですね。プレミアムな金曜日の夜にしましょう。最近、男子バレーボールの日本代表が本当に強いです。世界大会でも強豪国を次々に破っていますね。昔のバレーボールと比べて戦術がすごく進化しました。ええ、攻撃のスピードが信じられないくらい速いです。セッターのトス回しが上手で相手のブロックを騙します。後ろからのバックアタックも迫力満点ですね。リベロの選手のレシーブ力も世界トップクラスです。どんなに強いスパイクも床に落とさないのがすごいです。選手たちのビジュアルもかっこよくて人気があります。試合会場には多くのファンが詰めかけていますね。でも人気の理由はその実力の高さにあると思います。同感です。全員がチームのために必死にボールをつなぎます。バレーボールはボールを持てないスポーツですからね。はい。だからこそ仲間への信頼が一番大切になります。試合を見ていると自然と胸が熱くなって応援に力が入ります。次のオリンピックではメダルの獲得が本当に期待できます。歴史を変える瞬間をこの目で見届けたいですね。今夜もテレビで試合の生中継がありますよ。急いで家に帰ってテレビの前で待機しなければなりません。おつまみを買って私も一緒に応援します。先週末に初めて B リーグの試合を観戦しました。日本のプロバスケットボールですね。どうでしたか？体育館の中の演出がまるでクラブのようでした。大音量の音楽と派手な光の演出があるそうですね。はい。試合前から DJ が会場を盛り上げていました。
それはバスケを知らない人でも楽しめそうな空間です。ええ、試合が始まると今度はスピード感に圧倒されました。コートが狭いから選手との距離がとても近いですよね。目の前でダンクシュートを見たときは大きな歓声を上げました。ゴールが壊れそうなくらいの迫力だったでしょはい。それに試合の展開が最後まで分かりませんでした。う。残り数秒での逆転劇などもバスケの醍醐味です。まさにその通りでした。残り3秒でスリーポイントが入りました。劇的な勝利ですね。観客の興奮が伝わってきます。会場全体が揺れるくらいの歓声で鳥肌が立ちました。チケットの値段はいくらくらいでしたか？普通の席なら大人1人3000円くらいで買えます。その値段でそのエンタメ感ならコスパが最高ですね。今度は一緒に観戦に行きませんか？絶対にハマります。ぜひ連れて行ってください。応援グッズも買いたいです。チームカラーの T シャツを着てまた騒ぎましょう。卓球の国際大会の決勝戦をテレビで見ました。日本と中国の熱い戦いでしたね。見ましたか？はい。ラリーのスピードが速すぎて瞬きができませんでした。コンマ数秒の世界でボールを打ち合っていますからね。動体視力と反射神経が人間離れしていると思います。絶対王者の中国は壁が本当に高くて強かったです。回転のバリエーションが多くてミスを全くしませんでした。でも日本の若手選手たちも最後まで諦めませんでした。ええ、中国のチャンピオンから1セットを取った時は叫びました。得点した時の大きな掛け声も気合が入っていましたね。本当にそうですね。強い気持ちが画面から伝わりました。昔は地味なスポーツと言われましたが、今は違います。今や日本中で大人気の花形スポーツの一つになりました。子供たちの競技人口もどんどん増えているそうですよ。未来のメダリストたちが今から育っているのは楽しみです。試合を見ていたら、自分も温泉卓球がしたくなりました。ラケットの持ち方から練習しなければなりませんね。温泉の卓球なら、下手でも笑顔で楽しく遊べますよ。今度リフレッシュを兼ねて温泉旅行を計画しましょう。卓球台がある旅館を今すぐネットで探します。レベルアップ。